今回はネイルタウンのスティックミラー、商品名はマジックパウダーペンというんですが、そのメタル系のカラー7色を見比べしていきたいと思います。分かりやすい指で薬指、中指、人差し指、親指、そしてまた薬指と中指、人差し指という風にやっていきます。ミラーの使い方っていろいろなんですが、まずは基本的なベースのカラーによってミラーの出方がですね変わってきますので、クリアなもの、そして白っぽいカラー、そしてあとは濃いカラーで黒という風にですね3色見ていきますので、1つの指を3等分して左側がクリア、そして真ん中が白、そして右端が黒という風に分けて塗っていきます。こうすることで1本の指でベースの3色のカラーでの違いをパッと分かりますよね。ベースのカラーもいろいろなんですけれども、大きく分けるとクリア、白、黒という風に分けていくんですが、もちろんクリア系のものは左端のクリアの部分を見ていただいて、あとベージュだったりとか白に近いカラーは真ん中の白、濃いカラー原色に近いカラーですね、そういったものは右端の黒のカラーを基準として見ていただくといいと思います。こんな感じに基本的な3色のカラーを3等分に分けて作っていただくと、カラーチャートとしてミラー早見表として使っていくことができるので、私もサロンでもですねこんな風に使ってお客さんに見やすくしています。はい、こんな感じで全部の指準備ができたので、早速マジックパウダーペン使っていくんですが、その前にですね、通常のノンワイプトップジェルとは違ってミラー専用のノンワイプトップジェル、紫ラベルのものがあったので、それも一緒に購入したので今回使っていきます。それではそのノンワイプトップジェルを爪の真ん中から下にかけてですね、半分をノンワイプトップジェルきれいに塗っていってください。真ん中から爪先にかけてのこの半分をミラー、そして、半分から根元までのところをですねミラーアクセサリーを入れていきますので、このミラーアクセサリーも同じこのミラーで黒の発色、黒のベースのもの、白のベースのもの、クリアのベースのものにミラーアクセサリーやっていったらどんな発色になるのかというのもついでに見ていきます。そして硬化していくんですが、硬化時間が短いとミラーの付きがですね悪かったりしますので、しっかりと硬化時間持ってあげてください。では早速ですねまずはじめに TA の01番、見た感じもシルバーなんですけれども、これをですねこすりつけていきます。シルバーといってもホワイトシルバーに近い感じです。こすりつけてみた感じ、このシルバーのメタル感がですね結構いい感じにクリアなものでも発色してくるので、こんな感じで光加減によってもちょっと若干変わってくるんですけれども、クリアの上にもしっかりとシルバーのメタル、そして白の上だと少し明るめのシルバー、そして黒の上だと濃い深めのシルバーというような感じになってきていますね。均等にしっかりとこすりつけていただいたら、しっかりですね角度を変えてみていきます。こんな風に角度を変えないとちょっと分かりにくいかと思うんですが、もうやっぱりシルバーをバンともうかっこよく出していきたいなという時には黒濃い系のカラーをベースにしていただいて、優しく柔らかくやっていきたいなという時はクリアとか白をベースにしていくといいかなと思います。ただ若干ですねこの光沢感がこの時点で少ないなと思ったので、もしかするとノンワイプトップジェルの種類によって光沢感が変わってくるかもしれないので、ちょっと他のカラーでも見ていきたいと思います。では続いてミラーアクセサリーも見ていきますので、この状態で一度トップジェルでコーティングしてください。今回はミラーの出方を見ていくので特にですね形の整えなどはしなくても大丈夫です。未硬化ジェルを拭き取っていただいたら、早速ネイルタウンのアイシングジェルを使って根元のところにミラーアクセサリーを作っていくんですが、ミラーアクセサリーもいろいろな形がありますので、ちょっと基本的な感じかなと思うものをですねやっていきますね。アンティークっぽくウェーブラインをですね重ねて描いていくんですが、これ本来ですね私デザイン動画の中でこういったウェーブラインをですね重ねていくときは1本ずつ形を作って硬化をしてミラーをこすりつけて、もう一度アイシングジェルでウェーブラインを作ってというふうに分けてやっていた方がですねこのジェルとジェルが混じり合うところがですねタラーンという感じにならないので分けていただくといいんですが、今回はですねどんな風に出てくるのかというのを見るだけなので、いっぺんにごめんなさい書いてしまいます。
これもベースが黒のもの、白のもの、クリアなものでですね、本当に1本の指で3色載っているので、こうパッと見でどんな風にこうアクセサリーもですね生えてくるのかが分かりやすいですよね。ミラーアクセサリーって本当にどんなデザインにでも相性がいいと思うんですけれども、ただ使っていくこのカラーによってこれって目立つのかな、どうなのかなっていうふうに思うことがあると思うんですけれども、やっぱりこんな風に使っていくカラーによってですね、このアクセサリーの生え方も変わってくるので、そういった意味で参考になりますよね。こんな感じで見てみると紙とか指で隠してみると分かりやすいんですけれども、濃いカラーの上にはもう間違いなくシルバーのアクセサリーがですね生えてくる感じで、クリアと白のカラーの上には優しく入るような感じなので、シンプルめなデザインとかオフィスデザインにも使っていけそうですよね。続いて次のカラーです。タイプ B TR01 番というカラーなんですが、こんな感じでパウダーを見る限りではなんかアンティークゴールドみたいなちょっとピンクゴールドのような感じのカラーかなと。同じようにノンワイプトップジェルを塗っていただいてから見ていきますね。つき具合は本当にしっかりとですね、このミラーのカラー感がですねしっかりつく感じなので、こすっている感じはすごく気持ちいいです。ミラーの種類によってもこれなかなか思ったようなつき具合にならないなっていったことも結構あると思うんですけれども、それとは違って結構本当にしっかりとですねミラー感がついてくる感じです。本当に正面からのパッと見はですね、どのカラーの上でも同じような感じに見えるんですけれども、指だったり紙でですね隠して見ていただくと、黒の上には深い感じ、そしてしっかりと綺麗に発色するのがやっぱり白かなと。そしてクリアの上にはちょっとうっすらですね下が透けるような感じがわかるので、私がこのカラーを1本ですね外しとして楽しんでいく場合には白っぽいカラーの上にやっていくかなと思います。では同じようにミラーアクセサリーも見ていきますね。こすりつけてみた感じ、このカラーがですね結構肌に馴染む系のアンティークさがあるので、このクリアと白の上をこすっているとあれついているのかなと思って結構強めにですねスティックをこすりつけてしまうので、必要のないところまでですねやっぱりこのミラーがついてしまったりとかがあるので、そう思うとやっぱりちょっと目立ちにくいカラーなのかなと思います。ですのでこんな風に白の上はまだ目立つんですけれども、やっぱりベージュ系のカラーとかにのせるとミラーアクセサリーですねちょっと目立ちにくいと思うので、濃いめのカラーの上にこのカラーはですね楽しんでいただくといいかなと思います。最初のホワイトシルバーのミラーのカラーに少しちょっと茶系が入った感じのミラー感の発色です。それでは次のカラーです。これはタイプ A、TR02 番というカラーなんですが、これはどちらかというとシルバー寄りでアンティークシルバーみたいな感じですね。さっきのはアンティークゴールドのような感じで、今回のはアンティークシルバーのような感じなんですが、ホワイトシルバーにちょっと茶系が入った感じのものなんですけれども、落ち着きのあるシルバーな感じがします。つき具合も今までのと同じようにですねしっかりミラー感があるんですが、発色具合も同じくですねクリアなものは優しく、白のものは標準、そして黒がですねしっかりというような感じになってくるので、標準な感じで楽しんでいきたいときは白っぽいカラーの上にやっていくといいと思います。クリアなカラーのものの上には結構肌に馴染んでしまうような感じがあるので、ミラー感を楽しんでいくにはやっぱり濃いカラーとかをですねやっていくといいかなと。そして同じようにミラーアクセサリーも見ていきますね。このミラーアクセサリーも前の2つと合わせてこの3つはですねすごく似た感じなんですが、アンティークシルバーだけあって前の2つに比べるとこっちの方がですねシルバーのこのミラーアクセサリーとしては一番ちょっと目立つんじゃないかなと思います。クリアなものの上にも白の上にも意外とですねシルバー感がはっきりと出ていますね。では続いてのカラーです。このカラーは、タイプ D の TR03 という番号なんですが、このカラーは私サロンでも普段使用しているカラーなんですが、本当にブロンズのようなブラウンのような感じのカラーです。私個人的な感想なんですがこのカラーは本当に今までのカラーに比べると一番ですねカラーがしっかりと出るような感じで、
落ち着きのあるブロンズのような感じで大人っぽいデザインとかにすごく合うと思います。当然このカラーも黒の上が一番映えるとは思うんですけれども、どのカラーにでもですねこんな感じでしっかりと色が発色するので、あまりベースの色を悩まなくても大体ですねどのカラーでもこんな感じで発色してくるかなと。では続いてミラーアクセサリーなんですが、ミラーアクセサリーも当然ですねブロンズのようなこのブラウン系のカラーになってくるので、クリアな上でも白の上でもしっかりと発色してくれます。クリアカラーの上にこういったミラーアクセサリーを縁取りみたいな感じで楽しんでいただいて、中にですねちょっとしたデザインをしてというような感じでもいいと思いますし、この根元ミラーアクセサリーではですねアクセントとしてバッチリです。では続いてのカラーなんですが、今回はタイプ F という TR04 番というカラーです。これは見た感じライトピンクのような感じですね。ほんのりパープルに近い感じのピンクだと思うんですが、こすりつけてみた感じ、やっぱりクリアの上には若干シルバーっぽい輝きになってきて、白の上だとほんのりライトピンクさが分かって、やっぱり黒の上だとはっきりとしている感じがあるんですが、このカラー自体を楽しんでいくときには白もしくは黒でですねベースに引いてやっていくといいと思います。ではこのカラーもミラーアクセサリーとして使ったらどんな感じになるのか見ていきますね。なかなかこういった薄ピンクってミラーアクセサリーとしてはちょっと外しがちなカラーだと思うんですが、意外とミラーアクセサリーとしては目立つような感じがします。このカラー自体はあまり薄ピンクライトピンク感はミラーアクセサリーでは正直わからないかなって思うんですけれども、意外とシルバーとかに比べるとこのカラーの方が結構目立つような私個人的に思います。全体ミラーとしては上品な感じのライトピンクさなので意外にいいかもです。では続いてのカラーです。これはもうタイプ C の TR05 番というカラーなんですが、これは私普段の動画でもご紹介しているゴールドになります。普段の動画でですねミラーアクセサリーで楽しんでいく時のこのゴールドでですね楽しんでいるんですが、この全体ミラーはちょっとお初なのでどんな感じかなと思ったんですが、やっぱりミラーアクセサリーに比べるとゴールド感がさらにしっかりと出るような感じで、ミラーアクセサリーにすると優しいゴールドという感覚があったんですけれども、全体ミラーはもうはっきりと綺麗な感じのゴールド、定番な感じだと思います。ミラーアクセサリーは今までの動画でですねいろいろなデザインに合わせてご紹介をしていますので、そちらを参考にしていただいてもいいんですが、こんな感じにクリアなものにも白の上にもそして黒の上にもしっかりと映えるゴールドのミラーアクセサリーになってくるので、本当にいろんなデザインに楽しんでいける定番のゴールドの一つです。これはもうどのカラーを買おうかなって悩んだ時にはまずこれは第一にですねおすすめの一つになってきます。逆に深いゴールドを楽しんでいきたい時には先ほどご紹介した03番のブロンズのようなカラーを楽しんでいただくといいかなと。では最後のカラータイプ E TR06 番のカラーです。これもピンクのカラーなんですが、先ほどのライトピンクとどんな感じで違うのかなと思ったんですが、これは深みのあるピンクでローズピンクのような感じですね。全体ミラーとしてもこれまず見本の段階ではちょっとこのカラーはいらないなっていう風に私個人的に思ってしまったんですが、意外にやってみると大人なピンクという感じで結構落ち着きがあるので、もちろんワンポイントミラーとしても楽しんでいけますし、あとは根元のミラーグラデーションみたいな感じで大人な仕上がりのデザインにですね結構いいかなと思いました。ミラーアクセサリーはさっきのライトピンクに比べるとしっかりとピンクさが分かって、クリアとか白のベースにもこの深い感じのこのピンクさがですね出ています。可愛いキュートなピンクという感じではないのでミラーアクセサリーとしても楽しんでいけるカラーの一つかなと思いました。はい、こんな感じで7種類のミラーを見てきたんですが、最後にですね杖出しのトップジェルをコーティングしてもう一度ですねしっかりと見ていきますね。
この最後のコーティングのトップジェルに関しても今までの動画でもご紹介をしているんですが、通常のノンワイプトップジェルではなくこの色ジェルのグロッシートップジェルを使っていただくと、通常のノンワイプトップジェルよりもさらにですねガラス管のような感じの光沢が出てくる感じのジェルなので、こういったミラーデザインをやった時にはですね本当にもってこいのトップジェルなので、これもおすすめの一つです。ミラーアクセサリーの部分はせっかくの凹凸感をですね埋め切らないように脱ぐような感覚で塗っていただくのもポイントの一つになってきます。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。1本単位で見ると結構似たような感じのカラーが多かったんですけれども、こんな風に横並びで見ていただくと若干ですね色合いがやっぱ変わってくるのが分かりますね。こんな感じに見てきた中で1本の指で3色のベースのカラーでですねどんな風にこのカラーが変わってくるのかというのは指とか紙とかで隠していただくと分かりやすいと思うんですが、基本的にはこのどのカラーでもですねしっかりと発色をさせたい時には黒、そして標準的な時は白、優しくつけたい時はクリアというような感じで分けていただくといいかなと思います。だいたいどのカラーのミラーでも白の上には本当に間違いない感じでミラー発色してくると思うので、迷った時は白ベースにしていただくといいかなと。そしてミラーアクセサリーに関しても3色のベースにどんな風に生えてくるのかというところで私も意外な発見だったんですが、避けがちだったカラーもですね意外にいい感じに発色してくるなというのも分かったので、ライトピンクとかもそうなんですが、いろいろなデザインに合わせていけそうですよね。そしてクリア系のカラーの上にはですね優しくミラーアクセサリーついてくる感じが分かったので、意外とオフィスネイルとかでもですねそんなに目立ちすぎずという感じで楽しんでいけるんじゃないかなとも思います。ただこの全体的なのを通してミラーをこすりつけた時に普段はもっと光沢が出てくるような感じがしたんですけれども、今回は割とちょっとマットのような感じのこすり具合だったので、おそらくノンワイプトップジェルの種類によってちょっとその光沢感が変わってくるのかなと思ったので、私が普段サロンで使っているのはキャンジェルのノンワイプトップジェルなので、それはこのネイルタウンのマジックパウダーペンでもしっかりと光沢感が出てくるので、光沢を気にする場合はまたちょっと違うですねノンワイプトップジェルと合わせていくといいんじゃないかなと思いました。以上こんな感じで7色のメタルスティックの色の違いを見てきました。またこれからデザイン動画の中でもですねいろいろなカラーを試してご紹介していけたらと思っています。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。最後までお付き合いありがとうございました。